今回は16ビットセンセーションの中に出てくるギャルゲーの93年を見ていきましょう。作中で挙げられている93年のタイトルはこちら。この中でコンシューマーにも移植され展開していたタイトルはキャンキャンバニー、バリアブルジオ、プリンセスメーカーですね。バリアブルジオは PC エンジン版、サターン版、プレステ版の VG2 と過去何度か他の動画で取り上げてますので、リンクを貼っておくのでそちらをご覧ください。キャンキャンバニーはコンシューマーでも結構な本数のシリーズが出ていますが、そんなのあった館には1本しかなかったこともあり、今回はプリンセスメーカーのコンシューマータイトルたちに絞ってご紹介していきます。プリンセスメーカーは今では皆さんご存知のガイナックスが制作した1991年に PC98 で発売された作品で、プレイヤーは父親となって戦争孤児の少女を育てるという育成シミュレーションゲームです。以後プリンセスメーカーはナンバリングで5作作られます。まずはその1作目、プリンセスメーカー1から言ってみるのだ。今映像で流してるのはリファイン版で追加されたオープニングです。当時プリンセスメーカーの1と2は PC で遊んでましたが、コンシューマーは PC エンジン版が発売された時に買っちゃったわね。ボイスやエンディングが追加になってたからですね。ボイスは横山千沙さんで当時から人気だったと思いますが、何にせよこのパターンで何度もお金使わされるって何十年も前から続く悪い伝統なのだ。プリンセスメーカー1はコンシューマーでは PC エンジンで最初に発売されます。その8年後に PS2 でリファイン版が発売されています。そんなのあった缶の棚には PS2 版はありませんでしたので、映像は Steam 対応版ですが、この後は PC エンジン版と並べて見ていくことにしましょう。ちょっと注目してほしいところがあるのと最初ということもあり、 PC エンジン版をメインに最初の導入を見ていくのだ。黒い月が太陽を覆い隠す時、邪悪なる魔王がよみがえる。強大な力に操られた3000の魔性の竜は王国の砦を次々と陥れ城に迫った。王水の軍勢ことごとく敗れ、人々の心は絶望に打ちひしがれた。がその時、一人の勇者が立ち上がった。その名は勇者は魔物どもを恐れもせず、7つの砦と4つの城を奪い返し、2つの魔性を切って光明を表した。この戦いで力を失った魔王は国外に逃げ失せ、王国は滅亡の危機を救われた。見事な働きであったぞ勇者よ。この上はそなたを大将軍に任じて凱旋した勇者を人々は歓喜をもって迎え、国王は上品の礼をもって宮殿に招いた。見事な働きであったぞ勇者よ。この上はそなたを大将軍に任じて兵馬の体験をすべて委ねようと思うが、国王陛下、私は栄釈を求めて戦ったわけではありません。それに今度の戦いで傷ついた体はとても大将軍の大任には耐えられないでしょう。時に陛下、今巷には魔軍との戦いで家族を失った子供たちがあふれておると聞きます。痛ましいことじゃな。私めの恩賞はどうかその者たちの救済にお当てください。
私は今日より戦いより身を引き、身寄りのない子を引き取って育てていきたいと思います。おお、よくぞ言った。子供の教育は国のもとい。それもまた平時に劣らぬ国家の大業じゃ。貴殿こそは天下の義士と言えよ。天下万民のためより良い人材を育ててくれ。はあ、ありがたきお言葉。こうして勇者は若くして引退。国王は彼に広い屋敷を与え、さらに金500を貸しして育児費に充てさせた。数日後、一人の少女が勇者の屋敷に引き取られてきた。その少女が満10歳の春のことであった。階段を降りるとそこに君がいた。冷え冷えとした玄関ホールの中央にポツンと一人。いや、よく来たね。こんにちは、勇者様。はじめまして。背筋をピンと伸ばし、肩に力が入る。不安、期待、興味、くるくる変わる瞳の色。ここまで遠かっただろう。疲れてないかい？そんなことありません。お招きいただいてどうもありがとうございます。孤児院で詰め込まれた大人びた言葉を一言一句間違えないようにと舌足らずの声でつっかえつっかえ必死で吐き出す。その仕草がたまらなく、そして何より愛おしい。喉が渇いているみたいだね。ミルクは好きかな？はい、大好きです。でも食堂に今朝届いたばかりのがあるんだ。ついておいで。ありがとうございます、勇者様。違うよ、間違えちゃダメだよ。戸惑い、そして怯えの眼差しを向ける君。もう勇者なんかじゃないんだ。今日から君のお父さんなんだよ。その時の君の光り輝く笑顔。さあ、ついておいで。もう一人じゃない。君も私も。心なしか冷え切っていたこの屋敷もほのかに暖かくなってきたようだ。リファイン版のオープニング、めちゃくちゃパワーダウンしてません？特にこの娘との出会いのやりとりがあるとないとでは、この後の印象が全然違う気がします。そうなのだ。逆にパワーアップしてそうなのに。なのだ。あとこのオープニング見て変なこと考えれる人は絶対親にならない方がいい気がするのだ。はいはい、ちょっと言い過ぎよ。そういう人はちゃんと二次元と現実を使い分けられると信じましょう。敵を作るような発言はもうやめなさい。でも多分そもそもなんだけど、同じものが使えなかったのは PC エンジン版はマイクロキャビンが移植してるので、追加したボイスや演出の買い取りはしてなかったんじゃないかしらと想像してみたわ。で、改めて買い取るのもあれだし、新しく作る余裕や予算もないし、ですかね。あと、まあ会社によりけりなんだけど、昔ほど後で移植とかリマスターとか考えてないから、素材をちゃんと残してないこと多いのよね。そもそも発注された側だとマスターアップ後渡したデータ以外は破棄が基本だしね。というところで、ゲーム内容ですが、娘の1ヶ月のスケジュールを設定して、体力、腕力、知力、気品、色気、モラルというパラメーターを育てていき、それをゲーム内時間で8年間行い、その結果によってエンディングが分岐するといったものです。8年間漫然とパラメーターを増減されるだけではなく、季節や年齢で様々なイベントもあり、それらもパラメーターで結果が変わったりするので、繰り返しプレイでも飽きが来にくくなっています。また今でこそ普通ではありますが、こういったパラメーター育成の遊びをギャルゲーと結びつけたのは、ある意味革新的で大成功でした。これがなければ卒業もときめきメモリアルも生まれなかったと言っても過言ではないかもしれないのだ。
ところで制作のガイナックスってあのエヴァのガイナックスなのか？そうね、今はエヴァンゲリオンでみんなが知っているアニメ会社みたいに思うだろうけど、昔はゲームも結構作ってたのよ。当時の PC ゲーマーは電脳学園やバトルスキンパニックの会社として知っていたと思います。ガイナックス自体の話をしだすと表面なぞるだけでもすぐに動画一本になっちゃうと思うので、この話題はもうおしまいにしましょう。巻は9大、タイトル通りグッドエンドはプリンセスにすることになるわけですが、1作目でも30種類以上のエンディングが用意されていて、いろいろなエンディングを目指したくなる作りになっています。やり込み用のエンディングみたいのも用意されており、 RPG でいうとレベル100みたいなプリンセスの上の女王なんてエンディングもあります。 PC エンジン版はさらにやり込み用のエンディングが3つ追加されていて、中でもプレイヤーでもある養父の妻エンディングはパソコン版からの追加の目玉だったんじゃないかと思います。パラメーター的にはプリンセスの条件も満たしてるから、プリンセスを目指してると偶然なる場合があるって感じね。ただパラメーターバランスを一歩間違えると魔王の妻エンディングになるというのも面白い分岐になっています。そのプレイヤーである父親の奥さんになるエンディングは最近もある事件で話題になっていたのだ。プリンセスメーカー 1PC エンジン版駿河屋中古価格1690円、プレステーション2版リファイン3780円です。ちなみにプリンセスメーカーはたくさんのハードに移植されています。最初が91年5月 PC98 版、そして91年12月 IBM 版、92年5月に MSX2 版で、95年1月の PC エンジン版、97年には X68000 版。こちらは通販限定で500枚しか作られてないとのことで、出てきたらかなり高額です。2003年に i アプリ携帯版と出ていて、その後2003年にリファイン版が Windows と PS2 で発売となっています。今回動画でも使用しているリファインの Steam 版は2016年に DL 開始となっていたのだ。お次はプリンセスメーカー2です。映像は最近リメイクされたばかりのプリンセスメーカー2リジェネレーションとなります。内容的には続編ではありますが、リメイク感のある続編なのだ。ベースはほぼ同じで、いろいろとパワーアップはされており、システム側も職業や習い事が細分化され一新されている感じですが、月単位でスケジュールを決めてパラメーターを育成、プリンセスを目指すという流れや遊び方は変わりありません。で、先ほどの1の時にも話した通り、2は PC 版を遊んでいたこともあり、こちらは確か当時はコンシューマー版は買いませんでした。ということもあり、最近買ったばかりのプリンセスメーカー2リジェネレーションをかけていますので、先にこちらの話題からいきますが、プリンセスメーカー2リジェネレーションはプレステ5、スイッチ、スチームでリリースされましたが、なんとプレステ版のみエンディングが2つ倫理的に削除されています。スイッチと Steam はそのままなので、当然炎上案件になったのだ。消されたエンディングはプレイヤー父親との結婚、執事との結婚が削除ということで、スイッチとプレステは両方セロを通していますので、ソニーと任天堂の判断が違ったということかと思いますが、海外寄りの結論だと思いますが、まあ別に今だったらそれ自体は変な話じゃないですね。一作目なんて繊細孤児を養女にしてるのでなおさらなのだ。多分当時であってもちょっと思うところがあって、最初に神様が預けた子だぞ、執事もいるぞみたいにしてちょっと禁忌感を減らしたんだと思いますが、今そのままやっちゃうとですね。セロディーナのもいくつかのエンディングのせいでしょうし。で、別にエンディングが倫理的に減るのは個人的には別にいいんだけど、スイッチ版はそのままなのにプレステ5版はというのがなんか釈然としないのよね。みんなスイッチ版を買えばよかったとちょっと後悔しちゃうと思うわ。はっきり言って日本語版はそのまま発売しちゃって、その他の言語版は削除がベストだったんじゃないかと思います。まあ
今のソニーさんは日本専用部署ってのがなくなってるから、日本だけとかもう分けないから仕方ないのよ。さて、そんなプリンセスメーカー2ですが、コンシューマー版は買ってなかったと言いましたが、スーパーファミコンで宝が移植して発売していたプリンセスメーカーレジェンド・オブ・アナザー・ワールドが実はこの2のリメイクでした。そのスーパーファミコン版は棚にあったので、改めてこちらのリジェネレーションと並べてみるのだ。オープニングとか導入が全くないプリンセスメーカーはこの子だけな気がするわ。娘もよく見るとやや褐色でインド系を意識してるんでしょうか。ステレオタイプではありますが、人種の意識ってのはあったかもしれないわね。こう見ると確かに2だとわかりますが、キャラを結構変えているし、容量の問題でしょうが、ボイスもないですし、いろいろとダウンリメイクって感じでマイナス要素が多い移植ですね。しかし、なんで執事のキューブまで変えたのだ。ちょっと制作側の間違った余計なこれの方がいいだろうを感じるのだ。マイナスが多いとはいえ、コレクションアイテム的にはスーパーファミコンのプリンセスメーカーというのはあって良いと今なら思えます。マニア感爆発のコメントなのだ。さて、ちょっとスーパーファミコン版は違ってるのではないかと思いますが、プリンセスメーカー2のエンディングですが、前作1の30から33種類から倍増しており、74種類となっています。その中でも個人的には勇者のエンディングが記憶に残ってますね。プリンセスメーカー 2PC エンジン版駿河屋中古価格2100円。プリンセスメーカーレジェンド・オブ・アナザー・ワールドスーパーファミコン版駿河屋中古価格9800円です。プリンセスメーカー2リジェネレーションは2024年7月8月に発売されたもので、パッケージ版の定価は4400円となっています。と、ここまでご紹介したプリンセスメーカー2は1よりも大きなヒットになっており、移植された機種も増えています。最初の PC98 版が93年6月で16ビットセンセーションの中でも出てきてたのがこの作品になります。で、93年12月に DOS 版、94年9月に FM タウンズ版でボイスがついて、この時は笠原ひろ子さんでしたが、翌年95年6月に PC エンジン版で娘の声が久川綾さんに変わっています。そのまま95年7月に Mac 版、8月に Windows 3.1 版、95年10月にセガサターン版、95年12月に 3DO 版、96年10月は Windows の更新に合わせて Win95 版とすごいペースで移植し続けてたようです。で、そのまま2004年にリファイン版が作られ Win98 と PS2 でリリース。声優さんは西村智奈美さんに三度変更されました。そしてリファインの20年後の2024年にリジェネレーションが発売という感じです。お次はプリンセスメーカー3というタイトルは発売されておらず、自作はこちらになります。プリンセスメーカー夢見る妖精です。ナンバリングを入れてないところといい、オープニングの雰囲気といい、3作目にしてイメージチェンジを図ってきてる感があります。さて、プリンセスメーカー2の98番から4年、Win95 番から3ヶ月後の97年1月にプレステ1で初めて発売されたプリンセスメーカーの新作となります。これまでとシステムやゲームの目標、遊び方などフォーマットは同じで、今回は孤児でも神様の子でもなく妖精の女の子を育てるという立て付けになっているのだ。それとその妖精の声優さんは野上ゆかなさんなのだ。この当時、なんか妖精とかを育てるゲームが少し流行っていた気がしますね。当時といえども実際の子供を育成するというのが倫理的に厳しかったのかもしれないわね。妖精とかホムンクルスとかならファンタジーだし OK と。ちなみにバッドエンド系の中でもたどり着くと落ち込む娼婦系エンディングはこの夢見る妖精から廃止されています。プリンセスメーカーはワンプレイが長いのでバッドエンドは厳しいのだ。さて、今回もある意味リメイク的なパワーアップな新作ですが、今回はまずプレイヤーの父親の職業が6種類から選べ、娘の初期パラメーターが大きく変わったりするので、
目指したいエンディングに到達しやすい始め方が可能という感じではあります。また、イベントもパワーアップしており、3人のライバルが登場して、育成や物語に影響します。ただ、どうしてもマンネリ感は出てしまうので、ナンバリングではないことも含め、イメージを一新して再スタート感があったのかもしれません。これまでは大きく変わらなかったメニューやアニメーションも思い切った変更がありますが、パラメーターやコマンドが多いゲームなので、プリンセスメーカーは PC ゲームからコンシューマーゲームとしての変更が必要だったのは確かで、このチャレンジは以後ふわりふわりと続くことにはなります。ちょっと脱線しますが、ちょうどこの時期のプリンセスメーカーは、この夢見る妖精以降、いろいろスピンオフなど展開していました。そこらのタイトルだけでもざっとご紹介していきましょう。まず、翌年98年8月に、プリンセスメーカー、ポケット大作戦という過去シリーズの素材を利用した3マッチのパズルゲームが発売。その半年後の99年1月に、プリンセスメーカー、ゴーゴープリンセスという各シリーズのキャラが登場するすごろくゲームが発売されますが、鳴かず飛ばずで、コンシューマーに注力していたところから、Windows 用で2001年2月にプリンセスメーカー9というクイズゲームも出ました。こちらはコンシューマーには移植されませんでしたが、ナンバリングの4の前日譚みたいな設定だったらしく、次のプリンセスメーカーの準備はこの段階で始まっていたようです。というところで、自作が4ということが分かり、夢見る妖精はやっぱり3だったということがはっきりはしました。プリンセスメーカー夢見る妖精プレイステーション版駿河屋中古価格700円です。なんか一番安いプリメなのかもしれません。97年はプレステ過渡期でもあり、本数は結構出ていたのかもしれませんね。夢見る妖精はセガサターンとドリキャスにも移植されますが、当時の展開的にはここまでで、10年経ってから2019年にスイッチとスチームに移植されています。ということで、ナンバリングに戻って3ではなくプリンセスメーカー4が発売されます。プリンセスメーカー4の発表当初は舞台を現在の日本に移してとされていましたが、結局はこれまで通りのファンタジー世界設定のままとなりました。そしてなんとキャラデザが1から続いていた赤井さんではなく、シスタープリンセスなどで当時人気があった天広直人さんになり、声優も当時菜の葉がブレイクして人気絶頂だった水木奈々さんとイメージを一新して大きな勝負をしてきたように思います。システム的には夢見る妖精がうまくいかなかったという判断なのか、2を意識して再編成もロープレ的にも遊べた武者修行などの戦闘モードがなくなってしまってて、そこは2ベースなら外せないだろうと思いつつ残念至極だったりします。ただ個人的には絵が変わった2というのに魅力を感じず、プレイを敬遠してしまいました。今かけている映像は2年後の2007年に廉価版が出た時に買ったものだったりします。最初だけ敬遠しても結局買って遊んでるのではないか。まあそうですね。遊んでみたら普通に楽しんでました。で、その上さらにこの廉価版の1年後に DS 版というのも出るのですが、当時からワゴンに入っていてそれも買ってしまってました。その上今回撮影しようとして棚から出したら未開封でした。ソフマップ980円で草なのだ。今回この動画に合わせて開けてプレイしようかなと思ったのですが、プレミアっててちょっと開けるのを躊躇してしまい、一回放置します。まあこちらもそのうちですかね。プリンセスメーカー4プレイステーション2版駿河屋中古価格、通常版2530円、限定版3740円、廉価版2000円、他 PSP 版3180円で DS 版9200円です。と DS 版が一番最後に発売され、本数も少なかったのか唯一プレミア価格となってるワゴンからのプレミアくんなのだ。お次がナンバリングの最後となります。
4から1年半後の2007年3月、ナンバリングが出ました。プリンセスメーカー5です。今考えると他のシリーズと比べてめちゃくちゃ早いのだ。今回は4の時に予定してて、取りやめになっていた。現在日本を舞台として、さらにキャラデザも元の赤井さんに戻して、システムも新たに調整し直しと。4で変更したこと全否定みたいなことになってるのだ。まあ同じことを続けないという意味とも取れますが、こうナンバリングを続けてみるとなんか変遷が分かりやすいですね。2はボリュームアップの正当進化という感じで、3はこれまでと違いコンシューマーメインで、タイトルにも妖精というキーワードがつきイメチェンを図り、さらに4ではここまで続いていたキャラデザも初めて一新、システムもここまでマイナーチェンジを続けてたのに2に戻すという思い切った方向性にしていました。アトリエシリーズみたいに RPG 風のところを伸ばすって選択はスピンオフでもあってよかったと思いますが、 RPG は本当に作るのが大変なので、開発を抱えてないところでは無理かというところではありますね。というところで5は4のイメチェンをやめて、もう一度3的にコンシューマー向けの展開に徹してる感じもありますね。4の方向でもう少しチャレンジもありだったかもですが、いろいろ意見を聞きながらファンに向けて模索してるのは良いと思いますが、ナンバリングはこの2007年の5で終わってしまっています。残念なのだ。こちらの5、パラメーターを減らしつつもコマンド等は増やしつつ、でも簡易的に方針の指定をできたりなどなど比較的遊びやすくして、世界観も当時の現在日本を舞台にして学園ものにしてるのは全然ありだと思いますが、プリンセスメーカーとしては目新しくても、一歩引いてみると逆にちょっと普通になってしまったかもしれません。個人的にはやっぱりアトリエみたいにした方が良かったとは思いますし、ここで 3D にチャレンジして続けるという選択肢も取れればよかったんじゃないかなとは思いますが、まあこだわりもあるし予算的に無理だったんでしょうね。あとシリーズすべて主人公でもある父親もイコールプレイヤーで一人称風に徹底していますが、もう少し見える存在にしてしまうチャレンジもどこかでしてみてほしかったかなとも思うのだ。レベルは高いけど成長しない父親と、無限の成長をする娘と、状況に合わせて変化する執事のパーティでの武者修行モードとか遊びたいですね。妄想すぎおつなのだ。シリーズものって難しいわよね。シリーズとして同じことをしたいけどマンネリ化も避けないとならないとか。2のリジェネレーションからまた何か新しいことをしてくれると良いんですが、もっとがっつりリメイクならそういう可能性もあったと思うけど、2はいろいろと PC 特化してて結構コンシューマーじゃ遊びにくいのに、何もいじらずそのままだし、結局絵をレタッチしてみたよくらいのリマスターなので新作とかなさそうよね。ナンバリングを外してリメイクで再出発とか、そんな感じが良かったのだ。どうせならアラブのお金持ちに出資してもらって正統派ファンタジー RPG を私に作らせてほしかったわね。めちゃくちゃな妄想、すごいオツなのだ。ちなみに今回の娘の声優さんは佐藤里奈さんで、個人的には当時ちょうどレールガンのみことちゃんでブレイクしたイメージです。プリンセスメーカー5、プレイステーション2版、駿河屋中古価格、通常版3850円、限定版10500円です。こちらの5は PS2 発売の半年後に PSP でも発売されていますが、そちらがプリンセスメーカー5としても最後の移植になっています。これまでと違ってついに先細っちゃった感が強いわね。ということで今回はプリンセスメーカーを追っていきました。ではでは今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。